昔、あるところにお腹を空かせたお母さんガニがいました。必死で食べ物を探していると、猿がやってきました。なんてうまい柿だ。猿はカニに見せびらかしながら柿の実をむしゃむしゃ。全く意地悪な猿でした。お母さんガニは食べ物を探し続けます。そしてようやく見つけました。大きなおにぎりです。落ちてたのか。まあ、おいしそうなこと。喜んで食べようとしたとき、カニさん、いいものを持ってるね。また猿がやってきたのです。何？なあ、そのおにぎりとこの柿の種を取り替えよう。これを巻けば甘い柿がどっさりなるんだぜ。そしてカニの返事も聞かず、おにぎりをさっと取り上げるとペロリと食べてしまったのです。あの野郎！お腹を刺したカニに残されたのは柿の種だけでした。グズグズしやがって。カニは種に地面に巻くと一生懸命世話をしました。早く芽を出せ柿の種。出さぬとハサミでちょん切るぞ。すると地面の中から小さな芽がぴょこんと顔を出しました。早い。早く木になれ柿の芽を。ならぬとハサミでちょん切るぞ。芽はずんずん伸びて立派な木になりました。なんだと？やがて柿の木には甘くておいしそうな実がいっぱいになりました。でもカニは木に登れません。困っているとまた意地悪な猿がやってきました。もういい。猿は木にスルスルよじ登りと一人で柿をむしゃむしゃパクパクソったれ。ク。ねえ猿さん、私にも取っておくれよ。カニが声をかけると猿は意地の悪い目でじろう。そんなに欲しけりゃ取ってやる。これでも食いな。猿はまだ青くて硬い柿をカニにめがけて投げつけたのです。避けろ。かわいそうにお母さんガニは甲羅が割れて死んでしまいました。もうダメだ。おしまいだ。しかしその時、お母さんガニから3匹のかわいい子ガニが生まれたのです。憎い猿め、今に見てみろ。子ガニたちはお母さんたちの敵討ちを心に誓いました。頼む、猿を倒してくれ。こうして大きくなった子ガニたちはいよいよ敵討ちに出かけることにしました。よし。そこへ栗がやってきて、クリおいおい子ガニよ、どこさ行く。子ガニたちは答えます。憎い猿をやっつけ。何、あいつか。よし、オラも行く。オラ、カカロットか。次にハチが。ハチ。それから牛のクソと牛のクソ。牛のクソ。仲間になって猿の家へと向かいました。猿は留守だぞ。よし、待ち伏せだ。まず栗がいろりの灰の中に隠れました。戦闘力を消しておけよ。猿がいろりに当たったらパチンと跳ねてやけどさせてやる。はじけてまさね。次にハチが水上のひしゃくの陰に隠れました。貴様も消しておけ。やけどを水で冷やそうとしたら針でチクンと刺してやる。なるほど。牛のクソは牛のクソ。玄関の踏み牛のクソなのか。上に座りました。痛い痛いと外へ飛び出した猿はオイラを踏んづけつるっと滑ってすっ転ぶ。じゃあオラは転がさるの。やっぱりカカロットか。どしんだ。臼は屋根の上に登りました。子ガニたちも水がめの陰に隠れて猿の帰りを待ちます。汚ねえカニどもだ。やがて夕暮れになりました。木枯らしがピューピュー吹く中を猿が震えながら帰ってきました。情けないやつめ。おお、寒い寒い。何も知らない猿は体を温めようといろり端へ。ほう。その時です。熱々に焼けた栗が灰の中から飛び出してバッチーン。ざまあみやがれ。うわっちちち水猿が水上に駆け寄ったところへハチがブーンチクリ。いいぞ。子ガニたちもハサミを振り上げ一斉に襲いかかります。勝てるぞ。ひゃー、助けてくれー。慌てて外へ飛び出した猿は牛の草で牛のクソ。つって牛のクソなのか。そこへ臼がどっしー。死ねうぎゃ参った。さすがの猿もこれに懲りて二度と悪さをしなくなりました。何をしている。とどめをさせ。敵を撃った子ガニたちはそれからもみんなで力を合わせ仲良く暮らしましたのさ。まったくちゃん貴様らの甘さにはヘドが出そうだで。今うるさ